連休住職三木大雲です。本日も怪談説法始めさせていただきます。私はですね、よく小さい頃から本当に不思議な、出会いがあったというか、不思議なことを直面することが多くてですね、大人になってからももちろんそうなんですけれども、本当に科学でちょっと説明できなかったりすることが非常に多いんですが、あまり実は私小さい頃に経験した怪談話とか不思議な話っていうのは、あまり実は皆さんにお伝えしないように今までしてきたんですね。って言いますのが、それは小さい頃の勘違いじゃないかとか、ちょっといろいろ登場人物も、いろんな方にこの話するの許可取らなくちゃいけなかったりとか、いろんな問題がありまして、極力、しないようにしてたんです。で、ところがですね、この話はちょっと今すべき話かもしれないなと思って、これからお話をさせていただきます。この話はですね、もう私はっきり覚えてるんですけれども、京都にあります仁和小学校という小学校に私通ってまして、で、当時は非常に大きな小学校でして、全部で12クラスぐらいあったんですね。で、1クラス50人から60人のクラスで。で、1年2年とクラスが変わらない。で、3年4年とまたクラス替えがなく、2年おきにクラス替えがあるんですけれども、だから卒業してしまって、全く合わない、卒業生もいて、で、だいぶ大人になって知り合って、だいぶしてから、実は仁和小学校でクラスが一度も一緒にならなかった人が、大人になって出会ったりっていうことがあったりするぐらい、いわゆるマンモス校なんですよね。で、このマンモス校に私が1年生で入学して、1年生の終わりの方ですね、もう今でもはっきり覚えてるんですけれども、お正月がもうじき来るなという感じだったんです。その時に、佐伯くんという、お友達が引っ越してきたんですね。で、引っ越し、いわゆる転校生として来て、で、これがね、12月のもう冬休みに入る数日前ぐらいに引っ越してきたんです。で、これもはっきり覚えてて、佐伯くんか。なんか、名前も佐伯くんっていうお友達が周りにいませんでしたので、なんかかっこいい名前だなというふうになんか子供ながらに思ってたんですね。で、そのまま冬休みに入りまして、冬休み明けて、またクラスが始まるわけですけれども、行きますと、佐伯くんは転校してきたばっかりで、しかも、ちょっと前の学校がここまでのマンモス校じゃなかったんでしょうね。たくさんの人たちがいるのに、圧倒されてるように、子供心に私見えてたんです。ですから、佐伯くんはいつもおとなしく机に座ってるだけで誰かと休み時間も喋ることがないんですね。で、私が喋りに行けばいいんでしょうけども、なんとなくどう声をかけたらいいのかな。もしかするとあまり声をかけてほしくないのかなとか、小学校1年生ですから、よくわからないままいたんです。で、それから、5月のゴールデンウィーク明けてぐらいですかね。それまでずっと佐伯くんは外で遊ぶこともないですし、休み時間も一人でずっとぼーっと外を見てる感じだったので、やっぱりちょっとかわいそうだなと思って、私が思い切って声をかけよう。小学2年生の、ゴールデンウィーク明けたぐらい、だから5月の2週目、3週目あたりですね。本当にはっきり覚えてるんですけど。で、そこで佐伯くんに私声をかけたんです。でね、佐伯くんって転校どっからしてきたのって聞いたんですね。そしたら佐伯くんが、あっちの方とかって言うんですよ。子供ですから。でも、なんかあっちの方なんだっていう感覚で私もいて、そう。で、佐伯くんはなんか遊ぶの好きなことあるって聞いたら、特にないって言うんですね。非常に口数の少ない男の子だったんです。で、私が、もしよかったら、泥団子を一緒に作らへん？誘ったんですね。ちょうどその頃泥団子を作るのが非常に流行ってましてね。そしたら佐伯くんが、僕もじゃあ泥団子作るって言ってくれたんです。で、それから私佐伯くんとよく遊ぶようになりまして、他の友達ももちろんたまに一緒に遊ぶこともあったんですけれども、佐伯くんと運動場に出てはちょっと上の粗い砂をのけて、地面をパンパンパンと叩いて、サラ粉っていうんですかね。あれを集めて、で、ちょっと水を足して団子を作って乾かして、で、また次の日にその上にまたサラ粉をかけて乾かしてなんてことを繰り返すわけですけれども、これ佐伯くんとずっとやったら非常に面白かったんです。で、ずっと遊んでると、なかなかね、泥団子ってうまく作れなかったんですね。小学校2年生だということもあるんでしょうけども、なかなか作れない。ところがこの佐伯くんは、何十個作ってるうちの1
こう、たまに硬い丸いのを作るんですね。で、やがてあれ、布で磨けるぐらいになってきても、ピカピカの石みたいになるんですけれども、そこまで佐伯くんは行くんですよ。で、私は子供ながらに、佐伯くんすごいなと思ったら、佐伯くんがこう言うんですね。美希くんちょっと分かったわ。皿粉と水の割合が大切なんやとか、割合なんて言葉を使うんです。で、割合って何とかって言ってるのもよく覚えてるんですが、なんとなく私は佐伯くんがちょっと私よりも年上の感じのように思えるぐらい、頭がいいんですよね。で、あっという間にこの泥団子も綺麗なのを作ったりするので、うわー、佐伯くんはすごいなと、その時思ってたわけです。で、やがて夏休みに入りまして、夏休みに入るとこの佐伯くんが朝一番でうち遊びに来てくれるんですね。ピンポーンと押して、ミキくん遊ぼうと言うと、うちの母親が出て行って、また佐伯くんか。じゃあちょっとミキくん呼んでくるね、なんて言って。で、二人でいつも、近くにあった龍本寺公園、今はそこの公園は潰れてしまってないんですが、龍本寺公園という公園に行きまして、で、また皿粉を二人でもう、ずっと集めて、で、お昼ぐらいまでその皿粉集めをやって、お昼ご飯別々家へ戻ってご飯を食べて、また合流して、で、そこへ水を持ってきて団子を作るわけですね。そんなことを毎日のように夏休み入ってからやってたんです。ピンポン、ミキくん遊ぼう。うちの母親が、呼びに行って、また今日佐伯くん来てるよと言うと、二人で龍本寺公園行って、また団子を作る。やがてこの団子を作ってる時に、佐伯くんが、一番大切な団子を成功するためには、何が一番大切か分かったって言うんですね。で、それ何々って聞くと、陰干しだって言うんです。干し方が大切だって言うんですね。で、私はなんか陰干しという言葉すらも当時わからなかったんで、陰干しって何って言ったら、あまり熱くなりすぎたら、ひびが入って水が乾燥して割れてしまう。だから日陰に干さなくちゃいけないって、佐伯くんは言うんですね。で、わかった。じゃあ、佐伯くん今日作ったやつはその陰干しとやろうって言って、佐伯くんの指示通りに作って、で、作ったものを、これ、龍本寺公園という言い方、公園の名前がそうなんですけど、隣が龍本寺っていう大きな、本山なんですね。で、この本山の方のところに行ったら、縁の下が深くありますから、縁の下深くに、この団子を隠すんですね。火が当たらないようにして。で、ここなら、日中日が昇っても、奥の方までは、日陰やから、ここに隠そうって、佐伯くんが言うんで、佐伯くんの指示通り、いくつか隠して、その日帰ったんです。次の日になるとまた朝ピンポン佐伯くんが迎えに来てくれる。うちの母親がまた佐伯くん遊びに来たよって言って。で、一緒に龍本寺公園行って。そういった昨日、日陰干しした団子見に行こうって二人で見に行ったんです。そうしますとね、この団子が全部割れてないんですよ。あらー、佐伯くん、日陰に干したのに全部割れてるな。子供の頃の私が言うと佐伯くんが、いや、この割れ方はちょっと普通じゃないなって言うんです。どういうことって聞くと、誰かが上から押したような割れ方してる。仮に乾燥が失敗して割れるときはひびが入ってパカッと割れてる。形が残ってるなんてことを言うんです。もうその頃にはなんとなくなんか陶芸家のように佐伯くんが見えてきて、佐伯先生が言う通りそうなのかもみたいなことを言ってたんですけれども、こうしてその団子を見ていると、やがて私の知り合いの中学生のお兄ちゃんが4人ぐらい来ましてね、あれ、ミキ君どうしたんって言ってくれる。で、いや、お兄ちゃん、ここに置いてた団子が全部壊れてる。割れて。でも、この割れ方ってちょっとおかしくってなんて話をしてると、この一人のお兄ちゃんが、本当やね、団子割れてるな。なんでこんな割れ方したかわかるって言うんです。で、わからへん、お兄ちゃん教えてって言うと、これな、俺らが潰しましたとかって言って笑い出すんですよ。で、今まで近所のお兄ちゃんで、私も顔見知りでね、そんな悪いことするような人ではないのに、中学生になった途端、私たちが作った泥団子を潰す、なんかそれにすごく恐怖を覚えて、うわ、怖っと思ったのを覚えてるんです。で、これ俺らが上から叩いて壊した。文句あるって言ってくるんです。でも私はもうない。もう佐伯くん行こう、帰ろうって言ったら佐伯くんは、ずーっと中学生の方を見て、私が腕引っ張るんですけど、ずーっと中学生を見て、睨んでるんですよ。そうすると中学生のお兄さんが、おい、なんか文句あるんかって言ってくるんです。私、すごく怖くなりましてね、佐伯くん行こう、早く行こうって言ったら、佐伯くんはずーっと4人をね、一人一人順番にずーっと睨むんですよ。
で、いやもう佐伯くん睨まなくていいから行こう行こう。そう言うと、佐伯くんが何かブツブツ言ってるんですね。で、あれ佐伯くんなんかブツブツ言ってるなと思って、佐伯くんどうしたんって言うと、1234、1234、1234。数字を数えてるんですよ、何か。で、1234、1234。顔を動かしながら数字をずっと言ってる。これ何と思ってたら、どうやら一人一人を見ながら1234、1234って言ってるんですね。で、佐伯くん早く行こうって言ってたら、一番端にいた中学生のお兄さんが足でドーンとしてくるんです。おい、なんか文句あんのかって。それにびっくりして佐伯くんもはっと我に返ったのか、美希くん行こうって言って二人で、その場を去ったわけですね。で、佐伯くんと二人でひどいことする人がいるなって私が言うと佐伯くんがこう言うんですよ。いやー、昔と違って本当嫌な人が増えたなって言うんです。私、小学校2年生ながらすごく大人に見えましてね。なんか昔はもっといい人が多かったのって佐伯くんに思わず聞くと、僕が小さい頃はもっといい人多かったなとかって小学2年生ながらそんなこと言う子だったんですね。で、そうか佐伯くんじゃあどうするって言ってたら、今日はもう帰ろうということで、ちょっと二人とも家に帰りましてね。で、次の日になったら朝また佐伯くんがピンポンと迎えに来てくれる。で、うちの母親が佐伯くん来たよって言って、で、じゃあ二人でまた泥団子作りに行こうか。公園まで行くわけですね。で、公園で泥団子を作ってますとね、佐伯くんがもう取り憑かれたように今日すっごい頑張ってるんですね。で、佐伯くん今日はなんかすごい勢いで団子作ってるねって私が喋ると、今日は黙って作業しよう。ずーっと黙って何個も団子作るんです。で、やってるうちにお昼時間になってね、佐伯くんお昼やからご飯食べに帰ろうって言うと、佐伯くんが、美希くんは行って、俺はもう完璧な泥団子を今日作るから、取り憑かれたように言うんですね。で、私は、わかった。私だけ一人帰りましてお昼ご飯を食べて戻ってくると、佐伯くんはまたずーっと団子を作ってるんです。で、何個かは、これはあかん。これはあかんとかって言っても、本当にプロの陶芸家のごとく、これは不出来だって言って潰したりして、で、これは合格、これは合格。なんかやってるんですね。で、やってるうちに佐伯くんが、ようやくこれでちょっと、いいやつができたって言うんです。ちょうど数にしてね、私の記憶だと20個ぐらいあったと思うんですよ。この20個ぐらいのが成功だ。で、この中で日陰干しをして、明日改めてこの中から選抜していくつかをなんか、選び出すっていうんですね。で、私はもうその頃もうなんか佐伯くんが陶芸家に見えてましたから、もうじゃあ佐伯くんの言う通りにそうしようって言って。で、その佐伯くんの作った泥団子っていうのが、いつもは、手が小さいですから小さいものを作ってたんですけども、この20個はね、いつもより少し大きかった記憶をしてるんです。この20個、10個ずつ持ちまして、今度隠す場所は、龍本寺の縁の下だとこれ見つかって、また中学生に割られるかもしれないから、美希くんの家の縁の下に隠そう。私の実家もお寺なんですけれども、そこへ行って隠すっていうんですね。で、わかった。じゃあ、佐伯くん今度は、僕の家の縁の下で隠そうねって言って、10個ずつ持って行って置くわけですけれども、この時に佐伯くんが、美希くん悪いけどもっと奥に入れてって言うんです。で、わかった。じゃあ一番奥まで入れるけど、なんでここも火当たらないよって言うと、いや、できるだけこの団子は、美希くんの家族の人にも見つかりたくないねんって言うんです。で、いや、うちの家族は潰したりしないよって言っても、いやいや、そうしてっていうので、分かったって言って奥の方に置くわけですね。で、次の日になってまた朝ピンポーンとなって母親がまた佐伯くん来たよっていうことで、私は誘われてですね、佐伯くんと遊ぶわけですけれども、そうすると昨日作ったこの泥団子ね、私の家の縁の下にありますから、佐伯くん、じゃあ行こう行こうって言って、二人で行きましてね、見ますと20個全部割れずに、残ってたんですね。で、よかった、今回は成功やなって言って、全部を出しまして。で、ずっと見てるとね、佐伯くんが、パッとお守りに一つを掴むとね、これはあかんって言って地面に投げるんです。これは不合格って言ってまた地面に投げるんですよ。なんかそれがね、非常に取り憑かれてるようで怖くて、佐伯くんちょっとあんまりそんな、地面に投げつけることないんじゃないって言うんですけども、いやもうこれは全部割ってしまったらいいんやって言って、地面に投げつけて、最終残ったのが4つだったんです。この4つは成功だって佐伯くん言うんですね。で、この4つがいいのって言って、よく見るとね、丸くないんですよね。球体のものを作ろうと、泥団子してたんですけれども、佐伯くんの選んだ4つっていうのは、
卵型をしてるんですよ。で、そういえばさっき割ったやつも卵型だからダメだったのかなと思ったら、選ばれた4つも卵型なんですね。で、あ、佐伯くんこれちょっとなんか卵の形みたいにしてるけどいいのって聞くと、美希くんいいねん。これは卵やねんって言うんです。よく私わからないなと思いながら、あ、そう、佐伯くんは今度は泥団子じゃなくて泥の卵を作りたかったのかなと思ってると、おもむろにポケットからさっとハンカチを取り出しましてね、今もよく覚えてるんですけど、真っ白の綺麗なハンカチ。これをパッと取り出しますと、私に見せてくるんです。で、どうしたのって言ったら、わかる美希くん。ハンカチの真ん中のところに数字の1と書いてあるんですね。これは一番卵よって言って、地面にハンカチを引いて、1個卵を乗せるんです。そうするとまた2枚目を取り出すと、白いハンカチでそこには2と書いてある。2個目の卵を乗せるんですね。で、その要領で3枚、4枚とハンカチを出して、4つの卵をハンカチの上に置くんですね。そして私にこう言うんです。この1番卵から4番卵までは、あの時の中学生やねんって言うんです。この1番卵を割ったら、1番のお兄ちゃんが不幸になるねんって言うんですよ。私、子供心にすごく怖くてですね、佐伯くん、なんという卵を作ったんだ。これ卵に何かあったらえらいことやんって私が言うと、そやでって私の顔を見てうなずいた後、あの時足でドーンとしてきたやつ、あいつは4番卵やって言って、ハンカチの上に置いた4番卵をね、ガンガン足で踏みつけるんです。私、その様子を見て本当に怖くなって、佐伯くんやめてって言って、羽交い締めにして止めるんですけども、佐伯くんは、4番のやつって言いながらどんどん踏むんですね。で、私怖くなって、分かった、佐伯くん落ち着いて。後の1、2、3番卵どうすんのって聞くと、これは何かされた時のために置いとこうと言うんです。そして、ハンカチの四隅を上げてきまして、上で器用にくくるんですよ。で、私はそれちょっとくくるのが、小学校2年生ながら苦手でして、ゆっくり佐伯くんがくくるのを見て、なんとなくその佐伯くんを見ながら私怖いなと思ってたんです。そうすると佐伯くんがね、1番卵、2番卵、3番卵をまた私の家の縁の下に戻すんですよ。なんかあった時にこれ使おうねって佐伯くんは言うんです。で、うわ、怖いな。もしかすると、4番卵が割れたことで誰か中学生が怪我してるんじゃないかな。そうなんですよね。佐伯くん、あの時、引っ張っても動かなかったのは1番、2番、3番、4番、お兄ちゃんに番号をつけてたんですよね。で、この4番は最後に足をガッと、踏んで私たちをびっくりさせた、お兄ちゃんなんですけれども、その4番卵を割ってる。私もその日の夜は眠れないで、なんか悪いことをしたような罪悪感に苛まれて怖いなと思ってた。では、そのまま寝て朝を迎えると、また佐伯くんがピンポンと遊びに来るんですけれども、ちょっと、会うのが怖くなってですね、私、母親に、お母さんごめん、ちょっと佐伯くんに、おばあちゃんとこ行ってるって言ってお願いしたんですよ。おばあちゃんとは同居してたんですけど、でもなんか遊びたくないと悟ったうちの母親が、佐伯くんごめん、ちょっと今日は遊べへんねんって断ってくれましてね。で、佐伯くんが残念そうに分かりましたって帰っていく声だけがする。次の日になると、またピンポンと佐伯くんが、今日は美希くん遊べますか来るんですね。そうするとまたうちの母親がどうする？ごめん、ちょっと今日も遊べへんって言ってくれるって言ったら、今日もちょっと遊べへんねんって言うと、分かりました。寂しそうに佐伯くんが帰っていく。それ以来佐伯くん遊びに来なくなったんですね。で、なんか佐伯くん遊びに来なくなって悪いことしたかなと、私自身思ってたんですけれども、そうこうしているうちに夏休みが明けましてね、学校へ行くわけです。そうするとまたこの佐伯くんと再会する。なんて言おう。なんか遊べなかった理由をなんか考えなくっちゃなと思いながら学校へ行ったら、その日たまたま佐伯くんお休みだったんですね。で、よかった、佐伯くんお休みやった。一日考える時間、なんか作れたなと、私子供ながらに思って、次の日にまた学校へ行くわけですね。行きますと、その日も佐伯くん休みなんです。それからなんとなく日が過ぎていっても、佐伯くん学校に来ないんですね。私なんとなく心配になってお友達に聞くわけです。ねえねえ、佐伯くんって最近学校来なくなったけど、また転校したの？そう聞くと友達が、佐伯くんって誰？って言うんです。で、いや、一緒にほら、泥団子作ったりみんなでしたやんって言ったら、
佐伯くんなんかいないよって言うんですね。で、当時の担任の先生に私が聞きに行きまして、先生、佐伯くんって最近どこ行ったんって聞いたら、この先生も、佐伯くん、ちょっとうちのクラスにはいなかったよ、そんな子って言うんですね。で、でも僕夏休み毎日遊んでたって言っても、いやいや、佐伯くんなんかいないよ、誰かと間違えてるんじゃないって言われた。そのまま私学校から家帰りましてね、このことを母親に伝えるわけですよ。ななお母さん、佐伯くん毎日夏休み中来てたよなって言ったら、いや、佐伯くんって誰？母親もそう言うんです。あれ、おかしいな。僕は一体誰と遊んでたんだろうというふうになったんですけれども、まあ、結局わからないままだったんです。でも私はずっと佐伯くんのことが引っかかってた。ある日、ふと思い出して、小学校2年生の、時ですけれども、この時のちょうど暮れぐらいですかね、なんとなくまた佐伯くんのことを思い出して、私今度おじいちゃんおばあちゃんに、佐伯くんっていう友達がいて、でも学校行ったらいなくなっててなんて話をしたんですね。そうするとおじいさんおばあさんは、ああ、そう、きっとお前が見たって言うんなら、佐伯くんどっかにいたんやろな。子供の言うことですから、信じてくれる、ふりをすると言いますかね。おじいちゃんおばあちゃん孫に対して、そうかそうか、納得してくれるんです。で、それがなんとなく嬉しくて、佐伯くんと一緒に卵作った。その卵って言って思い出したんです。あ、そうか。佐伯くんと作った卵まだ3つ縁の下にあるはずだと思って、おじいちゃんに来てもらっておじいちゃんと一緒に縁の下見ると、そこにはあの白いハンカチにくるまれたまだ佐伯くんの卵があったんです。で、それを取り出して、おじいさんが言うんですね。この卵がもし中学生だったとしたらかわいそうやから、土に戻して割れないようにしてあげようねっていうことで、ちょっと私の実家の、土のあるところに埋めてですね。で、それでその卵はなくなったという話なんですが、この話を私、数人の方に過去にしたことあるんです。そうしますと、この話を聞いた方が、また他の方にこの話をされるんですね。三木大雲って階段和尚してるお坊さんから聞いた話やけど、佐伯くんっていうのがいて、4番卵を踏みつけてって話を人にしてる時にある方が、ちょっと待って、その続き言っていいかなって言うんですね。この話の続きを全部知ってるそうなんですよ。で、どういうことって言ったら、年齢も全然私とは離れてるんですけど、全く一緒の経験されてる方がいるんです。佐伯くんと一緒に卵の泥団子を作って割ったことがある。その時に佐伯くんが言った言葉で印象に残ってるのは、あ、最近嫌な人が増えたなって言ってたんですけどって聞いて、もしかして佐伯くんは時空を超えて今でもいるんじゃないかなというような、話なんです。ちなみにですね、私ちょっと言い忘れたんですが、4番卵割りましたね。このお兄ちゃん交通事故でその時入院してたんですよ。だからやはりこの卵はなんか、この現世といいますか、実際の世界に影響を及ぼすんだなと未だに私は思ってるんですけれども、佐伯くんっていうのが時空を超えてですね、私よりも、いくつも下の世代の人たちにも目撃例があるということに、ちょっと、驚いておるような次第です。で、この話をなぜ私が今になってしようと思ったかって言いますと、よくこれ、話の中に私、佐伯くんの卵っていうふうに言うんですが、なぜ卵なのかっていうことをあまり考えたことなかったんです。ところが、この年になって、あ、そうか、佐伯くんが卵型にしたのはこういう理由があったのか、今更ながら分かったことがあるんですね。それは何か。私たち生きてる中で、日常生活の中でイライラしたり、腹が立ったり、いろんな思いがありますね。もしかすると誰かに腹を立てたあいつが鬱陶しいなと思ったとき、私たちの心の中に卵が一つできるように思うんです。この卵の存在を忘れてしまってもそこには卵があって、いつか孵化して、またさらなる卵を産むというのが悪の連鎖、それを佐伯くんが起こしてたんではないかなと思うんですね。で、お経を紐解きますと、お経の中には悪いことを考えたり、悪い念を持つこと、悪い心を持つことは、まるで畑に悪い種を植えるようなものだって書いてあるんですね。この先が恐ろしいんです。この種は
やがて土の養分を吸ってどんどん大きな木になって、たった一粒の種がたくさんの実をならすんですね。で、この実は、その種を有したものなんです。ですから悪いものを植えてしまうと、やがて大きな悪を生み出すんだということがお経の中に出てくるんです。もしかすると佐伯君はそれを言いたかったんではないかな。これ逆に言いますと、私たちが、あの人どうか幸せになってほしい。病気の方を見かけてどうかあの人治ればいいな。あるいは不幸だという方にどうか、幸福であってほしいという種を植え続ければ、私たちは素晴らしい実をならし、で、その実はやがてまた綺麗な種を植えてくれるんではないかな。そんな風に思うんですね。もし、現代でも佐伯くんがいて、この配信を見てくれているとするならば、佐伯くんどうかですね、いい卵をたくさん作ってもらいたいなというふうにお願いしたいなと思います。ということで、本日の怪談説法これで終わらせていただきます。どうもありがとうございました。